はい、山です。ご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマは、この恋はうまくいくをやっていきたいと思います。赤、青、黄色のうち、このうち2つご覧になっていただいて、1つしっくりくるものがあなたに対するリーディングとなります。それでは概要欄、コメント欄の方に、開始時刻がありますので、ゆっくりお選びください。それでは赤を選んだ方のこの恋をズバリうまくいくを占っていきたいと思います。目線はお相手目線で鑑定していきます。お相手の心境状況を過去現在から見ていって今後の展開、そしてあなたとの今後の恋がうまくいくかというものを見ていきたいと思います。それでは行きたいと思います。まずですね、お相手の状況から見ていきます。非常にね、あなたとの関係の中で先行きがまだ明確ではない。自分があなたとどうしていきたいのかとか、今後、こういうプランで、生きていくとか、お仕事だったり含め、そういったものがまだ結構理想論に近く現実的ではないのかなとこういう風な部分があります。なので、非常に自分の中でもがいているというか、いろいろ試行錯誤をしている段階なので、少しそういった面で言うと、あまり、余裕がない。あなたに対してしっかり目を向ける時間であったりとか、労力っていうのが少し欠けているのかなっていうところがあります。だから決して嫌いとか好きとかではなく、今は恋愛以外の部分でも、しっかり労力だったり時間を注がないといけないなというふうに感じている状況なのかなというふうに思います。はい。現時点で言うと、あまりあなたに対するマイナスではないんですけども、状況的に、前に行きづらいかなとは思います。では今後どうなっていくか。お相手自身ですね。やはりまだ方向性というか、お相手自身がどうしたいのかっていうものが、まだ本当に不明確。で、かつ行動もまだまだどうすればいいのかっていうのがもう、なんていうんですかね、優柔不断な部分が出てしまっていますね。だから本当にあなたにから見て、そのお相手っていうのは何を考えているのかよくわからないと。どうしたいのと。いうふうな気持ちっていうのが出てるかと思うんですが、これは本当に答えが出ていない。これは、嫌いとか嫌とかそういう問題ではなく、答えが出てないんですね。だから、そういって、曖昧な行動だったりとか、理解というか、分かりづらい行動、そういったものもあなたから見て感じるのかなというふうに思います。はい。でもなんかね、深層心理の部分で見ると、すごくもう何かを始めて切り開いていきたいとか、自分自身で何か発信したりとか、中心に物事をやっていきたいとか、そういう気持ちは非常に強い方なのかなっていうところがあります。だからもちろんあなたに対して何か恋愛が始まるようなきっかけっていうものをね、自分自身で何かしたいなと思うんですけども、まだまだモヤモヤしてる部分があり、行動に、移せない、そんな感じがしますね。はい。やはり過去を見ると、昔の良かった部分とか、昔楽しかったなっていうところにすごく戻ってしまう方であり、今でも現実をしっかり直視していない。昔はすごい、思ってたなとか、だから昔はもう何もしなくても、なんか勝手に人が寄ってきたなみたいな、そういった部分であり、自分で、恋に対して前向きに、動こうとしない部分が出ているのかなというところ。これがね、注意点なのかなって思います。ここまででまとめますと、お相手結構今の現時点でどうしたいかとか、これから何をするのかっていうのが明確でないため、非常に優柔不断ですと。ですが、なので、あなたのことが嫌いというわけではなく、あなたに対して明確な行動っていうものが、目に見えない部分があります。ですが、これからね、はっきり言って前に進みたいなっていう気持ちはあるので、非常にかなり前向きな部分なのかなというふうに思います。もちろんあなたとの恋に関しても、なんとかしたいなっていう気持ちはあります。
はい。それでは今後、どういう展開、近未来としてどういう展開になっていくか、これをリーディングしていきたいと思います。これある程度今の段階よりも自分が頑張ればとか、自分がある程度労力費やせばこの方向にうまくいくという、方向性っていうのが見つかると、うまくいく見立てみたいなのだったんだけど、とりあえずやってみようみたいな気持ちなのかなと。これは恋愛以外の部分でね。ですので、あなたに対して、考える余裕ってものが少し、出てくるのかなというふうに思います。で、先ほどのカードでも、あなたの恋路というものも明確に考えていきたいという、着実なものっていうのが目に見えてくるのかなというふうに思います。ですので、このカードがここに出てるということは、あなたとの恋というものは明確に始まる可能性っていうのが出てきているのかなというふうに思います。じゃあ一方で、お相手のね、周辺環境だったり、今後の状況、立場がどうなっていくのか、それによってあなたとの関係がどうなるかっていうのを説明していきたいと思います。やはりね、環境の変化が非常に激しくなっていきます。状況だったり立場っていうものがお相手が変わっていく。これはね、非常にいいことです。今何をすればいいのか分からなかったっていうところから何かを変えて前に向けていこうというところがあります。それによってね、若干辛い思い、ネガティブな気持ちにはもちろんなってしまう部分ありますよね。辛いことが経験すれば、やはり、泣きたい時だってありますし、悲しい時もあります。なんですが、これ非常に前向きな、感情の表れなのかなというふうに思います。ですので、こういったすごく前向きになりたいと思ってた人が前向きな状況になっていく過程というのは非常に、良いことなのかなと思います。ですので、ここであなたの恋というところで見たときに非常にチャンスというかなっていうところ。それはお相手が前向きな状態で、辛いなと感じるときにしっかり支えてあげる、サポートしてあげる。これはね、あなたたちの役割として、重要なのかなというふうに思います。それをね、しっかりやることによって、お相手にとってあなたがすごく大切な存在であると、認識するのかなというふうに思います。ですので、ここまでで見ると非常に前向きに、捉えながら、そしてあなたというものが重要な存在になっていくプロセスが、見えてくるのかなというふうに思います。はい、それではですね、はい。それでは、結論とその理由でいきます。カップが出ているので、はい、恋愛に関して、すごくメッセージが出ています。恋愛に対する気持ちが非常に強まっていく過程があるんですが、逆位置に出ているので、少し気をつけなきゃいけないなというところがあります。それは、お相手がですね、感情が強くなりすぎて、それをあなたが受け止められない可能性がある。これ、キングオブカップ。キングっていうものを恋愛の中の気持ちの中ですごい強い、意味を表しています。これはあなたに対する気持ちというものが非常に強くなりすぎるから、過保護であったりとか、余計に、あなたに対して追求してきたりとか、あなたに対してお願いする部分だったりとか、すごく強くなってくる。それはね、あなたのターンを持ってやってるんだよというふうに言うんですが、それはあなたにとってはあまり、重要なものでなかったりとか、お願いしてほしいものでなかったりとか、そういった食い違いみたいなのが出てくるのかなというふうに思います。はい。で、ここまででまとめとアドバイスをしますと、お相手はね、今、先行きっていうものが不明確で、恋愛に関して言うと、積極的にまだ移せていない。もちろんあなたのことが嫌いというわけではなく、不明確な、優柔不断な状況です。ですが、今後、あなたとの、を前向きに考えていきたいという気持ちと、先行き、恋愛以外の部分でも先行きが見えてくる。そしてすごく状況が変わっていく。その過程で非常に辛いなと感じる部分はありますが、あなたがその際にサポートしてあげるということによって、重要な立場になってくるのかなというふうに思います。ですが、気をつかなきゃいけないポイントとして、お相手があなたに対して非常に強い思いを持って、過保護というか、押し付けすぎちゃいしまう部分があるので、これはね、結構しっかり折り合いをつけないと、
あなた自身がちょっと辛くなってしまう可能性がある。ですが、それはあなたに対する思いの強いという裏返しでもあるので、非常にそこのやり方をね、しっかりしていただければ、お二人の関係性っていうのはより強まっていく、そんな感じがします。はい。で、アドバイスなんですが、あなたとお相手の関係というのは非常に良好になっていくというふうに見えております。ですが、気をつけなきゃいけないポイントとして、お相手の今の心境を把握してあげるということですね。前向きになる過程であなたがサポートしてあげること、そして、それを背中を後押ししてあげること、そしてお相手がすごくね気持ちが強くなりすぎちゃった時にしっかりこれは違うよと、私のお願いしている部分だったりとかこうしてほしい部分でとはちょっと違うから直した方がいいですよと、しっかり客観的な事実を述べて合理的にね説明してあげる。これがねお相手にとってすごくいい視点に、いいアドバイスになって、それいうあなたという存在がねすごいかけがえのないものとして捉えるようになってくるのかなというふうに思います。はい。それでは赤のディーリングを終わりにします。はい。それでは、赤を選んだ方のこの恋ズバリうまくいくを占っていきたいと思います。目線はお相手目線。で、お相手の状況、心境を過去、現在から見ていって、今後の展開、あなたとの関係性などを見ていきたいと思います。はい。それでは、いきたいと思います。お相手の状況、はい、今ね、非常に辛い気持ちな状況です。何やってもうまくいかない、どうすればいいのかという出口の見えない状況において、非常に答えの見えない、納得いかない、状況というのが続いている。これは恋愛だけでなく、それ以外のことに関しても含めての辛い状況というふうに思います。その際に、お相手はですね、なりふり構わず、とりあえず、もちろんルール、人生の、世の中のルールの範囲内の中でなりふり構わず、何でもやってやろうと。その中でうまくいけばいいんじゃないかなっていうものをすごくいろいろ行動しているのかなという状況。非常にね、うまくいかないんですけど、活発に行動をしていく。すごく、どこか、気持ちが全て、終わっちゃっている。そういう状況ではないのかなというふうに思います。じゃあ、この中で、あなたとの感情というのは、どういうものなのかなというところを見ていきたいと思います。健在意識ですね。これですね。やはりね、あなたとの関わりの中で、今の状況というのがあまりね、うまくいっていないというところで、余裕がないのかなというところと、気持ち的にすごく何か余裕がないため、あなたに当たってしまったりとか、優しくできなかったりとか、そういう面っていうのは、出ているのかなというところ。なので、あなたから見て、いや、私のこと好きじゃないんじゃないかなとか、私のことを大切にしてくれてないんじゃないかなっていう不安を感じちゃうと思うんですが、それはあなたのこと嫌いというか、離れたいとかいう意味ではなくて、お相手の今の、恋愛以外の部分で不安定なので、どうしてもそういった状況になってしまう。なのかなというふうに思います。ですので、あまり深く考えすぎずに、うまくいってないんだったら、そういうふうに、ストレス溜まっちゃうのは仕方ないなというふうな視点というのが、あなたにとって大切なのかなというふうに思います。はい、それでは、深層心理。深層心理で言うと、過去の方、割と栄光というか、お相手からして、過去すごくね、順調にうまくいってた。恋愛であったり、それ以外のことも、言ってたというところがあるので、そういったものに、元に戻りたい。そして、充実した、関係性に、なっていきたいというところがあります。ここで見ると、やはりあなたとの関係っていうのは非常に、うまくいっていた頃であったりとかに、戻りたいなという気持ち。ですが、やはりそれ以外のこと、これがね、解決し得ないとなかなか前に進まないのかなというふうな思いになっているのかなというふうに思います。はい。で、最後、過去の部分見ますと、やはりこれね、もう何としてでもこの状況を変えてやるっていう強い意志はありますね。これがもうやっぱり、すごく落ち込んで下向きになって何も行動しないとかではないので、非常に今後ね、うまくいく可能性っていうのは非常に出ている。なので、あまりお相手の今後うまくいかないとか、そういう心配はなかなかないのかなっていうところ。人生の中の一部の
人生の一部の中のトンネル、要は、いつか開けてくるような状況というふうに考えていただければいいのかなというふうに思います。ここまででまとめますと、お相手の今異常に恋愛以外の部分ですごく辛い状況で、なりふり構わずしっかり行動していけばうまくいくんじゃないかなっていうふうにいろいろ試している状況ですので、あなたに対する余裕、優しさという部分が気が回らない状況になっています。ですが、あなたとの関係というものを明確に今後良くしていきたいという気持ちがあります。ですので、あなた自身がね、それに対して幻滅していなければ、まだね、待って、おくべきなのかなというふうにも思います。はい。それでは今後の状況に関して見ていきたいと思います。はい。ページオンズ。はい。これね、良い知らせがあの人に、来るかと思います。要は、今までいろいろね、いろんなことをチャレンジしていた部分がすごく良いきっかけとなるものとして捉えております。ですので、非常にあなたとの関係性の気持ち部分を上向きになりますし、その今まで取り組んでいたことも非常に、うまくいく方向性になっていくのかなというふうに、思います。だから非常に今後のお相手のね、状況っていうのはかなり上向くように思いますので、そこはご安心していただければなというふうに思います。それではお相手の周辺環境、状況、立場を見ていきたいと思います。これね、エースオブカップが出てるので、かなりうまくいきます。ですが、ゼロからとか、新しいことを始めるという部分があるので、不安な部分もあるんですけども、すごく気持ちというものが安定していて、うまくいくベースっていうのができているのかなというところ。そしてジャスティス。これ考え的にすごいプラス思考で、正しいことをすべきというふうな状況になっていくので、これね、物事がね、成功する物事の始まり、なのかなというところ。先ほども良い知らせがあるというところが出てたので、お相手の今後の成功という部分はかなり、高くなっていくところ。ですので、最初から戻りますと、お相手は、あなたとの関係を戻したい、良くしていきたいっていう気持ちはあったので、それ以外の問題点も解決する可能性が非常に高いので、あなたとの関係をね、あなたが、今の状態を我慢する。そしてキープすることによってお二人っていうのはすごくいい関係性に、発展していくのかなというふうに思います。非常にね、前に向くターニングポイントがあるのかなというところ、近いうちですね、1ヶ月以内くらいに結構そういったターニングポイントが、来るのかなというふうに思いますので、非常に安心していただければなというふうに思います。はい。それでは結論とその願望ですね、見ていきたいと思います。非常にどういった状況の変化にも対応できるテンパレンスの逆位置、状況が予定調和じゃないよと、いろんなことが起こるけどもそれに対して対処できる、強い意志を持った方なのかなというふうに思います。ですので、あなたに対しての行動っていうのは強い、深層心理で強く、あなたを幸せにしたいっていう気持ちがあるので、どういった状況に対応して、状況になったとしてもそれを幸せにするっていうところができている。かつ、スクリーンオブソード、すごくね、男らしい、ことができる、頼りになる方なのかなというところがあるので、これからね、やはり、困難なことあるかと思うんですが、非常にあなたはついていって大丈夫な方なのかなというふうに思います。ですので、今現状とうまくいってないなとか、精神が不安定だなというふうに感じますが、それはね、辛抱していただければ、あなた非常にうまくいきます。ですので、ここまででまとめますと、すみません。最後にまとめとアドバイス。お相手はね、今うまくいってない部分があり、すごく不安定で、あなたに対する優しさという部分は欠けているかと思いますが、深層心理の部分であなたを大切にしたいなっていう気持ちはあります。ですし、お仕事、恋愛以外の部分も今後、非常に良くなっていきます。物事がうまく土壌もできていて、予想外の展開にも判断し、決断できる。そういった方なのかなというふうに思います。ですので、ね、しっかり陰ながらサポートするっていうところ、これがね、あなたの
お相手との関係性のね、うまくいくポイントとなってくるのではないでしょうか。そしてね、今辛い状況でしっかりそばにいてくれる存在が、もしあなたであれば、お相手もあなたを選ぶということが、限りなく高くなってくるのかなと思いますので、今の時点では不安かと思いますが、ぜひぜひね、気持ちをね、大きく持って、過ごしていただければなと思います。はい、最後ね、アドバイスをするんであれば、自信を持って、一緒にいていただければなと思います。なので、ズバリ、この恋はうまくいくということで、よろしいかなというふうに思います。それでは、青のリーディングを終わりにします。はい、それでは黄色を選んだ方のズバリこの恋がうまくいくのリーディングをしていきたいと思います。状況をお相手目線でいきたいと思います。お相手の状況、心境を過去現在から見ていて、今後の展開、あなたとの関係性というものを、そしてこの恋がうまくいくかというものをお話ししていければなと思います。それでは行きたいと思います。ジャッジメントとザムーン。割と今、夜明けというか、長くうまく決断ができなかったりとか、なかなかモヤモヤした、期間がずっとというか、しばらく続いていた、状況があるんですが、ザムーンが逆位置に出てるので、それがね、まもなく解消されますよというところ、が出ております。じゃあそれ何なのかなって見ていくと、ジャッジメントなんで、そのモヤモヤした期間というのは、どうやらお相手の決断遺憾でいくらでも解消できるものだったんですね。ですので、お相手が何らかの決断、あなたとの関係の中の決断をすることによってね、非常にストレスのない状況っていうものが生まれてくるのかなというふうに思います。はい、次が健在意識の部分が出ております。ナイト・オブ・カップ逆位置。恋愛に対して率直にね、気持ちを考えていく。そういったものがあります。ですので、もう決断をするんであれば、もうそういったくよくよするっていうのはやめようと。自分でそう決めたことに対して、責任を持つと。いう気持ちになってくるのかなというふうに思います。ですので、もうすでにね、現在の状況でさっき、お話しした通り、お相手があなたに対して何らかの決断、提案、アプローチというのが出ていると思います。これはね、非常にお相手自身もかなりの考えた末での行動になっているのかなというふうに思います。それはね、具体的に人それぞれ、いろいろあるかと思うんですけど、何らかのこれすごい前向きなものとして、捉えていただいても大丈夫なのかなと思います。はい。では、深層心理を見ると、これね、自分の中で腹を決めていますね。ですので、少しね、相手のそういった提案だったり決断の真意がわからないとか、多分、あなたは思っているかと思うんですが、ここね、本当にしっかり考えた上での決断なので、なんかあんまり白状だったりとか信用できないってことは、かなり考えづらいのかなというふうに思います。ですので、もしその提案、決断があなたにとって、すごく前向きなものであったりとか、そうしたいというんであれば、非常についていって安心なものなのかなというふうに思います。非常にいいですね。で、これね、過去の部分ちょっと見てみますと、エース・オブ・ワンズ、逆位置に出てるんですが、いろいろね、あなたとの関係っていうのは今まで、結構紆余曲折、いろいろあったのかなと思います。それは自分自身が、したいことだったりとか、お相手がしたいことだったりとか、こういうのね、非常に噛み合わなかったりとか、っていう期間がね、しばらく続いた。だと思うんですが、続いた上での、決断、こうしたいというふうな提案がなされているので、非常に前向きに捉えていいのかなというふうに思います。で、まとめますと、お相手は何らかのあなたに対する決断、それは今までちょっと空白の期間があった中で、前向きに決断しようというところ、それはお相手自身しっかり覚悟を決めた上での信用できるものだと捉えていいと思います。今までね、少しね、喧嘩だったりとかうまくいかない期間があったと思うんですけども、それはね、それもひっくるめてあなたとしっかりやっていきたいなという前向きな決断ですので、あなた自身がすごく、前向きに捉えたいのであれば、信用できるものなのかなというふうに思います。
はい。それでは今後の、状況を説明していきたいと思います。キングオブペンタクルというところが出ております。非常に人間面で言うと、お相手というのは信頼できる方なのかなというところがあるんですが、一つちょっとネックな部分があります。それはお金の問題が、多少出てくるのかなというところ。全くないというわけではないんですけども、一緒に過ごすことですごく充実になんですかね、お金がすごくいっぱいあるとか、そういう状況ではないかと思うんですけども、すごくお相手の気持ちの部分っていうものは、あなたに対してすごく前向きになっているので、お金がないからちょっと大丈夫かなとか、そういう不安はあるかと思うんですけども、そこはね、あまりね、気にしなくてもいいのかなと。それはお相手が必ず先を見て幸せにする覚悟というものが伝わってくるので、非常にね、前向きに捉えていただければなというふうに思います。はい、今後の周辺環境とお相手の立場状況を見ていきたいと思います。やはりお相手自身はね、結構強い覚悟を持ってあなたを幸せにしたいという決断をされています。なので、お相手自身というのは非常に、大変辛い思いっていうか、努力しなきゃいけなかったりとか、いろいろね、頑張らなきゃいけない部分があるというふうに、出ております。でもこれはね、非常に成果の出る過程の中の努力ですので、すごく前に、前に向いていけるようなものだとして考えていただければなと思います。そこでね、あなた自身気をつけなきゃいけないことが、あなた自身が心変わりじゃないですけど、最初はね、すごく強い意志を持って接してくれたから、私幸せにしてもらえるっていうふうに思うんですが、いや、ちょっとね、この経済的な部分だったりとか、なんかちょっと大変そうにしてるなーっていうところ、これをね、見てね、あなた自身が、ちょっとこの人は一緒に長くいるのは大丈夫なのかなっていうふうなちょっと思う気持ちが出てくるかと思うんですが、もう一連でお話ししてるんですが、あなたに対しての気持ちは非常に強く覚悟を決めて接しておりますので、もしそういう不安だったとしても問題ない部分は出ているかと思います。じゃあその経済的な部分だったりとか、じゃあ今後どうなっていくかっていうお話をしていきます。そのお話という結論とその願望なんですけども、願望のところにこれストレングスが出ております。お相手はすごくね強い方ですね。ですので今の状況がたとえ辛い状況、困難な状況であっても、それをひっくり返す、立ち上がる力が秘めているというふうに思います。で、こちら、カード、ペンタクルのカードが出ております。非常にね、ペンタクルが10個、星のマークが10個あるじゃないですか。これが非常にあなたの関係性を前に向かせるこの原動力になっているかと思います。今はこれ逆位置に出て少し不安に感じるかと思いますが、このストレングスっていう力を持ったカードはですね、これをね、いかようにでも前向きにさせることが可能というふうに出ております。ということは、じゃあこのお相手一人だけでそういった問題解消はできないんですね。ここにお相手とあなたのサポート、あなたがお相手の決断、強い意志の決断にしっかり乗っかって、背中を支えてあげる。これによってね、すごく良くなってくるのかなというふうに思います。いやーですね、ちょっとアドバイスと、まとめたアドバイスをする前に、この声はね、ズバリうまくいきますね。ですが、途中過程でいうと、プロセスでいうと非常に大変な部分はありますが、うまくいくというところ、あなた自身が信じきれるかっていうところが大切になってくるのかなというふうに思います。で、まとめたアドバイス、非常にね、あなたに対して強い意志を持って決断してくれます。それは覚悟の大きいものなので、信用していいかなと思います。ですが、その過程で、お金の部分だったりとか大変な思いするかと思います。それであなたは不安になってしまうかと思います。ですが、そういったものも含めて、解決してくれるパワーというものがお相手にあります。さらにあなたが支えてあげることによって、よりね、安定的な、すごく充実した関係性が今後も築けるのかなというふうに思います。アドバイス。これね、信じてあげてくださいというふうなシンプルな一言。
直感的にね、お相手がね、提案してきたとき、これはね、信用できるなと感じたなら、それをね、とことん信用してあげること。それによってね、お二人の関係は非常にうまくいくかなと思います。では最後に、この恋はズバリうまくいくというところでいくと、非常にうまくいくかと思いますので、ぜひね、リラックスして、迎えてあげてください。はい、それでは黄色のリーディングを終わりにします。